工場では派遣会社さんとのご契約はされてますでしょうか？はい、こんにちは、小島淳です。今日はですね、ちょっとね、工場と派遣会社とのですね、関係性についてですね、ちょっとね、考察をしていきたいなと思います。で、今日はですね、僕自身のですね、体験談から始まりまして、最終的にはですね、なぜ大手の会社がですね、非正規雇用、派遣社員と言われている人たちをですね、多く雇用しているのか、ここに話についてですね、ちょっと切り込んでいきたいなと思います。ただですね、この後の話はですね、今現在ね、これ見られてる方がですね、非正規雇用ですとかね、派遣社員の方であればですね、ちょっとね、僕がお話しする内容はですね、かなり気分の悪い話になる可能性がありますので、もしね、そういうことを聞きたくないよと思われる方はですね、このチャンネルのですね、動画をですね、止めていただいた方が、いいかなと思いますんで、よろしくお願いします。で、まずはじめにですね、ちょっとなんでこのこのね、派遣会社との関係性という話をしようかなと思ったのはですね、実はね、僕もですね、2006年から約8年間、塗装工場でですね、マネジメント、工場長という立場でですね、運営をしておりました。で、その時に、この派遣会社のね、関係性というのは非常にね、見直そうかという動きをですね、僕自身は実際やってたんですね。というのは、僕が就任する前というのはですね、実は、400人ぐらいですね、派遣社員をですね、雇ってたんですよ。すごい数ですよ。要するに請求金額もものすごいですよ。こういうような状態のですね、工場だったわけですよ。だからその関係もあってですね、僕が就任した当時というのはですね、実は4社と契約しました。派遣会社4社とですね、同時契約をしてたわけですよ。ただね、もちろんばらつきもあります。費用も違いますし、実際ね、本当にその、派遣社員がね、来てた、人数も違いますので、なんとも言えませんけれども、この会社さんたちをですね、どうコントロールしようかと、こういうふうな正直言うと実は悩んでたんですよ。こういうこともあってですね、要するに長期で派遣会社からですね、派遣社員として来られて、働いてる方ともですね、結構仲良く、やってたっていうのもあるんですね。工場にほとんどいるわけですから、僕も顔見知りになりますよ。そうするとですね、よくね、月末近くになると、給与明細を配るわけですよ。そうするとですね、中には、僕にこれを見せてくるわけですよ。僕の工場長の立場なんで、工場長と見てくださいよと。私ね、こんなに一生懸命働いてるのに、これしかもらってないんですよ。って言ってくる人がいるわけですよ。いや、見せなくていいからと。っていうのは、だって、僕のね、会社の社員じゃないんだよ、君はと。ね、派遣会社のね、社員なんだからさ、僕に見せてそれを言ったってしょうがないじゃん。こういう話をですね、よく言ってたんですよ。ね、見せたがる人っていうのはやっぱいるわけですよ。ね、全員じゃないですよ、もちろん。ごく一部の人ですけども。そうするとね、やっぱり彼らがですね、いくらぐらいもらってるのかっていうの、こっち分かっちゃうんですよ。これ分かっちゃいけない話なんですけれども、残念ながら分かっちゃうわけですね。だって見せてくるんだもん。で、その中で、その人が実際、その人のね、実際その加工費という名目でですね、我々はですね、お支払いしてるわけですよ。派遣会社さんに対してお金をね。そうすると、いくら支払ってるかっていうのは僕は分かってる立場なわけです。もちろん本人たちは言いませんよ。いくら払ってるのは。もちろん全然そんなね、言うわけじゃないんですけど、そうすると、そのね、差額っていうのがですね、分かっちゃうわけですよ。どのくらいの利益率を取ってるかっていうのはバレちゃうわけですね。ね、バレちゃいけないのに。で、その中で、ちょっとこれは違うんじゃないと思ったものがですね、いくつかやっぱあったんですね。それは何かっていうと、単純に言うとね、例えば、僕は感覚的にはですね、2割ぐらい取ってんだよね。大体そんなイメージなんですよ。で、そうすると、中にはですね、倍ぐらい請求金額が入ってる、なんていうの、明細もあるわけですよ。ね、ただ、彼らのですね、その計算の仕方になりますので、そこまでですね、私もね、とやかく言う話ではもちろんないんですけど、倍ぐらいってちょっとおかしくないっていうのは、正直あったんですよ。で、そんな時にですね、実は、工場のですね、実は大きなイベントの中にですね、要するに日報のデータ化、デジタル化というのをですね、僕は実は推進してたんですね。で、そのためにやった内容というのが、例えばですね、日報、要するにね、普段仕事終わるとですね、日報というものを書くわけですよ。それを、データとして転用するわけですね。で、それとともに、やっぱり従業員のですね、タイムカード、何時から何時まで働いたというですね、実タイムカードをですね、データとして取り入れるっていうことを実はしてました。で、それとともに、これはね、従業員に対してもちろんやった内容なんですけども、それとともに、実はその派遣社員の人たちもですね、実際どのくらい働いてるんだろうかってことで、もちろん日報はもともとやってたわけですよ。で、同時に彼らたちのですね、タイムカードですね、これのデータもですね、実は取り入れることになったんですよ。そういうことをやったわけですよ。そうしたら、とんでもない情報がですね、分かってしまったんですよ。それ何かっていうと、派遣会社がですね、もともと、要するに持ってきてた請求書にですね、かなりですね、過剰請求みたいのがですね、
あったということがですね、発見しちゃったんですよ。もともとね、こう月末になると、ね、派遣会社さんって、タイムカードをですね、持ち帰って、それを元にして、こう、計算したデータをね、こう、エクセルみたいなデータにしてですね、我々にこう、請求書として、こう、送ってきたわけですよ。誰々さん、A さんがですね、何時間働いたんで、いくらです。B さんがね、何時間働いたんでいくらですと。こういうような僕は明細を受け取ってたわけですよ。それに合わせてですね、それをもうエビデンスとしてね、要するにお支払いをしてたわけですよ。で、そんな時に、我々としてもですね、ちゃんとね、保険会社さんの、タイムカードのデータをですね、拾うようになったことによって、実際の、彼らが持ってくるデータと比較ができるようになっちゃった。もともとね、持ち帰ってますんで、我々こう分からないわけですよ。証拠がないから。だけど、我々はそういうね、データをですね、ちゃんとね、捉えるようにしちゃったわけですよ。そうしたら、そこに差ができてることが分かったんですよ。で、中にはですね、この人来てないじゃん。要するに、もともとね、最初に確かに契約した時に来てたけど、途中から、もう無断欠勤がずっと続いてる人も請求来てたし。で、時間の請求も違ってると。こういうことが実はあったわけですよ。なんだこれと。で、これはね、実際そのジムがですね、受け取ってるジム派遣会社さんと、話をして、これおかしいじゃんと。我々もね、ちょっとコピー取って、要するに、確認してるからということで、返させて、請求書を、見直しさせると。こういうことをですね、実はやったんですよ。でもこれはですね、1ヶ月で終わったわけじゃないんですね。2ヶ月、3ヶ月とですね、ほぼ永遠に続きました。だからわざと間違えてんじゃないのと。言いたくなるような感じなんですよ。ちょっとだけこうね、過剰請求気味なんですよ、しかもね、すべてが。よくね、こう、計算間違いをしてるとですね、どっちかっていうと、過少申告っていうのもあると思うんですよ、中には。でもね、全部過大請求なんですよ。なんかこれわざとじゃないのって僕も言ってたわけですよ。それはね、ジムの、人間と、よくそういう話は実はしてたんですね。だから彼らはわざとやってるよねっていう話なんですよ。でもね、実際これがね、問題になるのは、それより前なんですよ。我々自体がですね、ちゃんとタイムカードの記録を取り始めたのは、ある月から始まってるわけですね。その前まではですね、実際そんなことはしてなかったんですよ。請求書が来たらですね、請求書通りにお支払いしてたんですよ。これってやっぱやばいよね。昔やってたよね、多分。同じようなこと。で、しかもね、金額がですね、やっぱりね、非常にその時によってね、本当に過大請求だったわけですよ。全然値段が違うわけですよ。いやいや、これおかしいだろと。で、しかも、この話はですね、一社だけじゃないんですよ。一社だけだったらその会社切ればいいわけですよ。おかしい。でも、当時ね、取引してたのが4社ありまして、一社はですね、ほとんど取引してませんでした。ただ、3社あったんですけども、その3社ともあるんですよ。多かれ少なかれはありますよ、もちろん。多かれ少なかれはあるんですけども、この過大請求をですね、平気でやるんですよ。なんだこの会社っていうふうに思っちゃいますよね、実際ね。これがね、要するに、派遣会社のあるあるなのかどうかわかりません。僕は他の会社でこういうね、仕事をやってませんでしたから、その会社しか知りませんけれども、ただ、少なくとも三者三様にですね、そういうような過大請求をしてくるっていうのは、派遣会社さんとして、ごく当たり前なのかなっていうふうに僕なんか思っちゃったわけですよ。それか、もしくは我々の会社がかなり舐められてたか。どっちかですね。これは事実関係はわかりません。実際ね、そこまで突き詰めた話は実はしてませんので、ただ少なくともそこからですね、もう毎月のように、ジムの人間にですね、チェックをしてもらうということがもう通例になりました。業務としてきちんとやってくださいという話をしてました。請求書が来たら必ずですね、全部時間のチェックをして、請求書が合ってるかどうかというのを確認をして、その上でですね、問題ないというような話で、お支払いをするというような形になったわけですよ。これってね、実際その会社って、要するに他のね、我々の会社以外もね、派遣してるわけですよ。いろんな会社に。だから、そういう会社ってそういうことないのかな。僕なんかはそういうふうに思いますよ。正直ね。これはわからないです。で、あとですね、もう一個あったのは、本人たちとね、払ってる費用と、実際、彼らに請求を受けてる金額との差で、ちょっとね、途中で気がついたっていうのは、やっぱり基本のね、時給はそんなに、変化ないんですけども、どちらかというと、残業ですよね。残業させた時のですね、割増分っていうのが、かなり過大請求されてるなって、僕はそういう印象を受けたんですね。なんで過大請求かっていうと、なんていうんですかね。要するに基本時給のですね、大体ね、最大でですね、3倍かな3倍ぐらい払ってる会社さんも実はあったんですよ。それって、正常ですかね。わかんないです。僕は正常じゃないというふうに判断しました。ただ、少なくともですね、契約書、派遣契約書を見てですね、判断をすると、別に間違ってはいないんですよ。ただ、少なくとも、契約書にサインをした人が、
ちょっとちゃんと見てないでしょ、あなたって言いたくなるんですよ。僕なんかはそう思いました。だから、実際ですね、派遣契約もですね、この後ですね、実は見直したんですよ。全部見直しました。契約書も一個一個見てですね、その割増料金の計算の仕方とか、深夜手当の計算の仕方ですとか、そういうのも、基本はですね、労働基準法にのっとった形です。もちろんそれでものっとってるんですよ。もとも。ただ、我々としては、割増料金ってここまでだよ、条件はと。いうような、ちょっと制約をね、入れさせてもらったんですよ。いや、常識の範疇超えてるよね、この数字はっていうような話なんですよ。っていうのは、労働基準法の中では、割増料金って無制限なんですよ。上限ないんですよ。ね。通常、法的にはですね、25% 以上なんですよ。例えばね、残業させた時の費用って。でも、経営者って、25% ギリギリじゃないですか。払ったとしたら。逆に言うと、サービス残業させてるようなね、会社さんの方が多分多いと思うんですよ。無給ですとかね。そんなことは俺は指示してないとかね、言ってね。そういう会社さんってすごく多いんですけども、僕はそこはきっちりした方が、やっぱりその効力としてね、有効力はやっぱありますので、そこはきっちりとする。だから労働基準法に沿った形で再契約をさせてください。そのギリギリのラインですね。で、再契約をしました。その時に実はね、3社の会社にですね、同じようなオファーをしたんですよ。そうしたら結局ですね、回答いただいたのは2社でした。1社は、お断りしてきてました。これは何を意味するのかは想像していただきたいと思います。はい。こういう内容ですよ。で、再契約をして、ただ、少なくともですね、そこから、要するに、請求書なんかもですね、結構、僕なんかもチェックしておりましたし、かなりですね、同じ派遣社員をですね、こちらによこしてもですね、彼らの取り分というのはかなり少なくなったと。だから、僕あたりはですね、あまり好まれてなかったかなというのが正直なところです。これは致し方ないですよね。お互いの契約の中で仕事をしておりますので、いなければしょうがないっていうような世界ですよね。下手なところにね、過剰請求してるんだなと僕なんか思ってましたけど、こういうのがですね、現状なのかな。変な話ですけども、派遣会社さんって、こういう会社さんって、ほとんどなのかなって、僕なんかそういう印象を正直で受けました。はい。これはね、わからないです。派遣会社さんによっても多分違うと思いますけれども、たまたまね、我々の取引した会社さん、僕はチェックしたに3社ですけれども、3社とも同じように過剰請求がありました。ただこれだけです。事実はね。もちろんそれに対して是正をね、入れてたと。こういうことなんですよ。あとね、実際その派遣会社さんでですね、働いて来られる方っていうのは、残念ながらですね、要するに、人によってね、時給を上げたいとかね、先ほどね、ちょっとね、給料の話出ましたけども、時給を上げてほしいとか、実際ね、それはね、飲んでもいいかなっていう人も実はいました。ただ、全体の平均があまりよろしくないっていう印象はね、ありました。で、この人は A さんだったら、例えばね、今までね、時給の計算が、例えば1000円だったけど、1200円出してもいいですよとかね。こういうような人っていうのは結構いらっしゃいました。ただ、残念ながらね、派遣社員との契約の、対応としてはですね、突然、来なくなるんですよ。本当に突然来なくなるんですよ。ね、明日もよろしくって言っても突然来なくなるんですよ。そういうのっていうのが、もうしょっちゅうありました。これはね、多分派遣会社さんとのね、取引の中ではもうあるあるじゃないのかなと。僕なんかはですね、すごく思ってます。いやー、これは困るよというのがね、やっぱありました。ね、大体わかるんですよ、意味合いは。これね、二つね、対応があって、派遣社員でね、登録されてる方って、結局複数のね、派遣会社と契約している可能性があるんですね。そうすると、10円でも20円でもわかんないですけれども、高い場合は、そっちにすぐ行っちゃうんですよ。こっちで仕事あるよと。こっちね、例えば20円違うよと50円違うよって言ったらそっちにドンといっちゃうんですよ。そういうような傾向がですね、我々のね、お取引してたその会社さんではよくありました。だからあまり正直言うとですね、信用してないって言い方も悪いんですけども、そういうような見方をしておりました。あとですね、実際これね、すごく悪い話なんですけども、終了時期ですね、派遣契約の終了時期は、なるべく我々はですね、言わないようにしてました。ギリギリに言ってました。というのは、あと1週間頼むねって言ったら、1週間前にですね、突然来なくなるんですよ。ね、とにかく、突然ね、辞められちゃうっていうのがね、多かったんですよ。もう仕事この会社ないから、他の会社行くとか言ってね、そちらの方がいいやって言って、移動しちゃう方っていうのもですね、めちゃくちゃ多かったんですよ。これはほんと困りますよ。ね、予定してた人数が集まんないですから。仕事になんないですよ。こういうのがですね、実際しょっちゅうなんですよ。ね、これは大手のね、派遣会社ともしかしたらないかもしれませんけれども、実際、そういうふうにね、時給がいい会社にどんどん移動してしまうというのがね、派遣会社にいらっしゃるですね、派遣社員の僕は特徴かなと。これすごく思います。だからこそですね、どちらかというと僕はですね、その正社員を雇う方を、目指したっていうんですかね、力を入
入れてたっていうのはあります。で、そちらの方がですね、信用が高いし、どちらかっていうとですね、スキルアップがあるわけですよ。時給以上の仕事をしてくれるわけですよ。だから僕は社員を雇うということを前提条件としてですね、もう推し進めてたんですよ。ただ一方でですね、僕がいた会社のですね、社長は派遣社員を雇えと。使えと。現場のですね、要するに正社員なんか雇うんじゃないと。こういうような話を言ってましたけど、ただね、そうは言っても、やっぱスキルアップとかそう考えたらですね、経費を考えたら、実際ですね、そちらの方が安いと。僕はなんかそういう進め方をして、なんとかですね、その正社員っていうかですね、社員、パートさんも含めまして、そういうのをですね、どんどん増やしていったということがね、やりました。だからこそね、派遣社員の数がですね、どんどん減っていきました。逆にだからそれもありましたんでね、派遣会社の経営者の方たちっていうのは、僕はですね、あんまりね、好かれてなかったな、というのはですね、正直思います。これがね、実際中小企業にとってのですね、派遣会社さんとの、お付き合いの仕方かな。要するに派遣会社さんはですね、なるべく使わない方がいいんじゃないというのが僕のね、考え方です。で、一方で、今現在ですね、大手と言われてる会社ですよね。例えば自動車のラインですとか、弱電のラインって意外とね、派遣社員、要するに非正規雇用と言われてる人たちをですね、多く使ってますよね。なんでだろうと。思いません？だって、もともと時給に直せばですね、高いんですよ。2割とか高いんです。2割とかね、会社さんによっては3割とか高いんですよ。それだけの高いコストで、なんで彼らはですね、派遣社員使うの？不思議に思いません？経営者だったらおかしいですよ。僕なんか頭おかしいと思います、単純に言うと。これね、なんでかっていうと、これ僕の中のもう想像でしかありません。ね、公式発表なんかしたらもう大パニック起こるから。で、なんでかっていうと、一つは、やっぱ要するに終身雇用の問題ですよね。やっぱり大手さんって特に、やっぱ終身雇用というのを非常にね、優れてるというかですね、やらなければいけないというふうにですね、感じてる、経営層ですんで、そうするとね、一度雇ってしまったらですね、どんな仕事がなくなっても、その人たちをですね、雇い入れなきゃいけない。ずっとね、雇用し続けなきゃいけないと。こういうふうな、考え方が多分あると思うんですよ。でも、ね、いきなりそのリストラするとですね、大きなですね、例えば退職金を払わなければいけないですとか、そういうようなやっぱリスクがね、非常に高いと。この辺が多分ね、一番の影響度が高いからと。僕なんかね、正直思って、これって結構ね、重要なポイントなのかなと。だからやっぱり長期雇用はですね、できませんと。我々はですね、将来がですね、ないんですと。そういうような考え方なんですよ。大手さんって結局ね、要するに永遠に続くと思ってね、皆さん入ると思うんですよ。そういう会社って。ただ、今ね、今のご時世を見てくださいよ。大手と言われてる会社はですね、例えば1970年代、80年代って言ったらね、ベスト100に日本の大手さんってよく知ってる会社さんの名前がね、ずらずら載ってたわけですよ。でも今ね、例えば世界のベスト企業の中に日本の企業って1社とか、1社かな今トヨタ自動車さんぐらいしかないかなそういうレベルですよ。ないんですよ。だからもうかなり下落してるし、長期的なですね、戦略として、大手さんがですね、生き残れるかっていうと、生き残れないと思います。で、今ね、最近の話でも東芝さんがですね、海外に買収されちゃいましたし、その前にもね、シャープというね、大手の企業はですね、海外の会社にですね、買収されちゃいました。聞いた瞬間、ですよ、僕なんか。あんな会社がね、なんで買収されるのと。で、昔はね、飛ぶ鳥をね、落とさないような、ね、そういうね、すごい会社だったわけですよ。そんな会社さんが、やっぱりね、結局買収されちゃってます。そういうことを考えるとですね、やっぱ将来的なですね、安定じゃないんですよ。もう経営が安定してないんですよ。だからこそ、ね、人も雇えないんですよ。仕方ないですよね。それもあるからこそ、実際ですね、やっぱり非正規雇用が多いのかな。ここはですね、まず第一のね、理由なのかなと思います。で、それとともにですね、今ね、非常に例えば、マニュアル化が進みました。大手の会社さんってね、マニュアル化が進むってことは何を言わんとしてるかっていうと、そのね、働いてる人たちのスキルというのを当てにしてないってことですよ。要するに、マニュアル通り働いてくれれば、そつなく仕事ができますよと。こういうことなんですよ。実際に僕なんかも、自社の工場ですね、かなりマニュアル化って進めました。要するに誰が来てもね、誰に変わってもですね、実際ラインが止まらないようにすると。こういうことを念頭に置いたわけですよ。このマニュアル化っていうのは非常にね、素晴らしい考え方なんですよ。で、特にね、例えば有名企業ですとね、マクドナルドってすごくないですか？僕なんかめちゃくちゃ未だにね、すごい会社だと。だって世界中に店舗があるわけじゃないですか。で、その店舗のね、どれもそうなんですけども、社員って1人か2人しかいないんですよ。
ね、90% 以上がアルバイトなんですよ。正社員じゃないんですよ。例えば今日ね、昨日今日入った人たちが、ね、そこのアルバイトとして入ってですよ、お客さんに商品出してるんですよ。すごくないですか？だって、その中のですね、商品にね、人が変わったらですね、なんか変わっちゃいそうじゃないですか。商品が。それが変わらずに出せるって、ものすごいそのマニュアル力だと思うんですよ。ね、これってすごいな。だからマニュアルの力って僕はめちゃくちゃすごいなと思ってます。はい。まあ実際ね、僕なんかも雇ってる時に、このマニュアルってね、の力って僕はすごいと思ってましたんで、マニュアルをですね、こう要するに理解できる人を、まあ重点的に雇うということをしてました。ただね、こう派遣社員なんかですね、マニュアル読めない人が多かったんで、まあそういう人はいらないよって途中でこう切っていっちゃうとかね、よくやってましたけども、そういうようなですね、まあやっぱ考え方ってね、あると思うんですよ。これがですね、まず一つ目、二つ目のですね、まあ理由なのかなと。要するにマニュアル人間を作ると。要するに職人はいらないんだよ。現場でですね、やっぱレベルの高いですね、職人の人はいらない。とりあえず言うことを聞いてくれるマニュアル人間をですね、用意すればいいと。これもね、実はですね、まあ派遣社員にですね、まあ依存する、まあ理由のね、一つじゃないかなと。僕なんか思ってます。で、三つ目がですね、工場ってね、やっぱ意外とですね、日進月歩というかですね、まあ日々、こう改善活動をするわけじゃないですか。で、改善活動をするときに、やっぱりその自動車のラインとかですね、まあ本当に自動車ラインって本当にラインなんですよ。ベルトコンベヤーの上にね、こう車が乗っかってて、そこにこうパーツをね、こう組んでいくんですけども、要するに1秒縮めるとそれだけコストダウンになるわけですよ。で、10秒縮めるとコストダウンってこういう考え方なんですよ。なんで、日々ね、こう、例えば付け方とか、ジグのね、物の置き方とか、そういうので、本当にコストダウンになるわけですよ。で、そうすると、これ何が影響するかっていうと、例えば今までですね、8時間働いてた人がですね、例えば10分縮めました、15分縮めました、30分縮めましたってことで、いや、あなたはですね、8時間仕事してくれてたんだけど、今日から、例えば7時間半でいいですよとか、7時間でいいですよっていうことが、実はね、大手のそのラインでは起こってるわけですよ。何を言わんとしてるかっていうと、給料その分下げますよって言ってるんですよ。ね、時給例えば1000円でね、今まで8時間働いて8000円だったのが、まあ今日から7時間で済むようにね、ラインをこう調整しました。だからあなたの仕事は7時間しかありません。ね、7時間分の給料しか払いませんよっていうことなんですよ。これが簡単にできるんですよ。こういうことなんですよ。で、だから非正規雇用を使うんですよ。だってもらってないでしょ？非正規雇用って時間給ですよ。そうすると、ね、早上がりしたって給料もらえないわけですよ。保証もないんですよ。それがごく当たり前なんですよ。それができるのが非正規雇用なんですよ。だから雇う側、使う側としては非常にメリットが高いんですよ。しかも足りなくなったら派遣会社にね、一本電話して一人足んないんだよ。頼むよ。明日から一人、二人とこう言えばいいんですよ。そうしたら誰か連れてくるんですよ。ね、めちゃくちゃ楽ですよね。雇う側として。まあ、それが、基本なんですよ。ただね、一方で、これね、実際、自分たちがですね、雇用している従業員の場合は、そんなわけにはいかないんですよ。例えば今まで8時間で働いてました。1時間仕事がなくなりました。そうは言っても、8時間分の給料を払わなきゃいけないんですよ。ね、これはもう、労働基準法で決まってるんですよ。ね、1時間仕事がないからですね、君は早く帰って、その分の給料払わないよと言ったらですね、そこの経営者で、ね、逮捕されるんですよ。そういうような話なんですよ。やっちゃいけないんですよ。ね、1時間仕事がないって言っても、給料は払わなきゃいけないです。ね、そうしたら、ね、その改善がね、まあ、あんまり意味なくなるじゃないですか。はい。だから、実際ね、ここの部分も違うわけですよ。大手の、例えばね、LINE でやってるような会社さんの改善の仕方とですね、我々みたいなですね、中小企業の、まあ、要するに工場の改善の仕方っていうのは全く違うんですよ。ね、そういうことやっても、要するに、我々にとってはですね、原価低減にはならないんですよ。同じことやってもね。だから、そういうアドバイスを聞いてはいけないっていうね、話もあるわけですよ。だから僕なんかはそういうね、ことがロジックがまあ分かってきたときに、まあやり方をですね、かなり変えたというところもあります。その改善のね、ポイントというのも全然違います。大手さんとは、我々みたいに中小企業とは全然違いますということなんですね。ここら辺もね、やっぱ大きい話かなと、個人的にはね、思ってます。で、あとね、最後にね、もう一点ありますけれども、結構ね、昔、のね、その工場の具合っていうんですかね、よく知ってる方なんか多いんですが、僕なんかね、若かりしくよくね、まあ耳にはしましたけども、労働構想っていうんですかね、要するに賃上げ要求っていうので、ね、ストとか起きるわけですよ。最近なんかこのストって少なくないですか？あんまり耳にしませんよね。まあ確かにこうね、世の中がですね、こう冷え込んでるというのがありますんで、まあそんなことやっても無駄だよねって思ってる人たちが多いのかもしれないです。
ね、労働組合がね、そういうことを起こさないっていうのもあるでしょうけども、彼ら、なんていうの、派遣社員って別に労働組合に入ってるような人たちじゃないわけですよ。で、だから賃上げ要求がその人たちが来るかって来るわけないじゃないですか。会社と契約してるんだから。ね、もしね、本当にそういうことが起きたらですね、実際ね、派遣会社さんの方に文句言うだけなんですよ。経営者の人はね。まあそういうことだから、そういう問題は起きないですよ。あれね、だって困るわけじゃないですか。ね、1% 値上げしてもらわなかったら仕事しませんよってこうね、座り込みとかね、ストとかね、結構やってたんですよ、昔ね。だから僕なんかはちょっと正直でかなり体験してます。だから、そうですね、80年代、90年代って、そういうのって多かったですよ。だから電車が止まったりとか、ね、そのせいでバスが止まったりとか、交通網なんかすごくありましたよね、昔ね。でも今ないじゃないですか。ない理由っていうのはやっぱこういうところっていうのはあるのかなと。要するに労働組合がね、力をつけてですね、こう賃上げ要求をですね、いらぬまあ要するに賃上げ要求をしてくると。それによって業務がね、停止すると。それに対する損害がでかいと。で、損害がでかいから、要するに賃上げしろよと。その交渉材料にもちろんするんですけども、まあそういうことをやられてもですね、損害額としてでかいわけですよ。彼らはね。だって、よくね、有名な話ですけども、例えば自動車会社、まあトヨタ自動車さんみたいな会社はですね、1分、例えばラインを止めたらですね、100万の請求をするというんですよ。で、その止めた会社に対してね。そういうようなことはですね、まあ実際あるわけですね。これ現実問題としてやっぱあるらしいんですよ。まあそういうようなレベルなんですよ。まあたかがですね、たかがって言い方がいいですよね。もう値上げで要求するんならすぐ飲んであげた方がいいよねってこうなっちゃうからそういうね、ことをやっぱやるわけですよね。でもそういうことって大変なんですよね。実際経営者にとってね、賃上げって、まあ非常に悩んでこうするわけですよ。まあでもそれはね、やっぱその人の実力ですとか、まあ一律に上げるってことじゃなくて、その人の評価の中でですね、上げてあげるのは僕はすごくいいんですけども、一律に上げるっていうのはちょっとね、今時の、まあ要するに話じゃないなと、正直思ってます。だからね、こういうような、まあそれぞれのですね、まあ理由があることで、まあ要するに非正規雇用をですね、まあ経営者としてはまあ僕は選択してるんじゃないかなと思うわけですよ。だから実際ね、僕なんかの工場のね、社長なんかも、その非正規雇用を雇えと言った理由もですね、長期雇用だとか、まあそういうね、いらぬその騒ぎにならないためにですね、まあそういうことを言ってたんじゃないかなと、まあ勝手に想像してるだけなんですけども、ただ僕はね、全体的なですね、トータルの経費を考えた時にはですね、やはり社員を雇った方がですね、よりね、やっぱいいのかなと。で、我々みたいな中小企業は特にですね、やっぱ現場のスキルアップっていうのは非常に重要視してました。要するに単なるマニュアル人間だけだったらいらないわけですよ。まあもちろんね、マニュアルで沿った仕事をしてる人たちも必要です。必要なんですけど、その上を行く人がね、僕なんかやっぱ必要だというふうに考えてましたんで、まあそういう考え方で、まあ要するに、まあ人件費をですね、僕は下げていったというようなね、やり方をしておりました。で、こういったことでですね、工場とですね、ちょっとね、派遣会社さんとのですね、関係性ということでですね、ちょっとね、ちょっとダークな話をですね、させてもらいました。いかがだったでしょうか。はい。もしね、この話にですね、良かったなと思っていただいたらですね、いいね、およびですね、チャンネル登録していただきたいなと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。またね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。